サリューどうも、皆さん本日もお疲れ様です。街はすっかりクリスマスモード一色って感じですかね。今日は鶏肉を使ってシャスール風というフランス料理を作っていきます。鶏肉料理といえばフレンチですからね。この料理を覚えておくとまた特別な日とかちょっとした日にぐっといつもと違う雰囲気の鶏肉料理作れると思うんで、ぜひ最後まで見てってください。とりあえずシャスール風を一旦おさらいしておきますか。おさらいというか初めてですよね。はい、シャスール風っていうのはフランスの伝統的な鶏肉料理の一つなんですけど、ソースとして料理人の中では認知されてることが多いかもしれないです。主にキノコ、トマト、あと白ワインとフォンですねを使った漁師風を意味する料理です。鶏肉だったりウサギ、ジビエ、子牛、あとは豚なんか使って、仕上げていくことが多いですね。で、作っていく工程で玉ねぎ使うんですけど、今回冷蔵庫にたまたま赤玉ねぎあったんでチョイスしました。もちろん普通の玉ねぎでもなんならエシャロットでもいいです。赤玉ねぎだと色が少しやっぱ当然この赤色が映るんで、ソース自体がトマト色なんですよ。なので、相性的には悪くないかなと思ってます。でこのシャスール風結構古い料理で、調べる限りだと19世紀1800年代ですね。その頃にはすでに料理が確立されてて、クラシックフレンチの代名詞的な調理法の一つですかねって言っても過言じゃないと思うんですよ。19世紀っていうとアントナン・カレームっていうすごい有名な料理人やオーギュスト・エスコフィエっていう、このどちらもすごく有名な料理人なんですけど、オーギュスト・エスコフィエの、料理の手引きみたいな本があるんですけども、そこにはすでにシャスール風っていうのはレシピ化されてたらしいです。諸説あるんですけど、昔のフランスって狩りをやっぱ時期によってはやるので、その場で取ったウサギだったりジビエ、これと森で採れるキノコですね、それらをワインやトマトで煮て食べてたと。それがシャスール風の起源と言われてます。説の一つです。で冒頭から何度か言ってるんですけど、トマトを使うのでフォンもね使いたいんですよ。フォンドボー、トマトだけだとどうしてもトマト煮込み感が強くなっちゃうので、それでも全然いいんですが、格が1個上がったっていう感じを出すためにもできたらフォンドボーを使いたいです。スーパーに売ってるところも多いと思うんで、フォンドボー用意してもらうか、そうですね、なければデミグラスでもいけるかな。市販のデミグラスだとやっぱちょっとフォンドボーとはねニュアンス変わってくるんで、完全に代用できますよって自信持っては言えないんですけど、どうしてもねフォンドボーが手に入りづらいっていう場合はデミグラスで代用してもいいかもしれません。そんなこんなで下処理を終えた鶏肉ですね。これを今回はステンレスのフライパンで焼き色つけていきます。ニンニクとかタイムあるとねいいです。香りがいい感じに乗っかってくるんで。ニンニクは焼きすぎちゃうとね焦げるので、ある程度のところいったら鶏肉のこの肉の上に避難させて焦げないようにして、ついでに香りも移すといいとこだらけですね。で、鶏肉も5分ぐらいですかね焼いたらしっかりと焼き色つきますから、さっと肉の方はささっと消毒程度に焼いて引き上げます。で私のね動画を日頃見てくださってる方々だったらもうお分かりの通り、引き上げたフライパンは洗わないでマッシュルームを炒めて、でこのフライパンの底にこびりついたうまみをねしっかりとマッシュルームに吸わせていきます。これが重要なんですよね。味をつないでいくっていう作業が。マッシュルーム水分出てきますから、鍋底のうまみがねいい具合にこそげ落とすことできるんで、もったいないですからしっかりと使っていきましょう。軽く表面に焼き色ついたら塩をしてマッシュルームも引き上げます。でバターですね、先ほどみじん切りにしておいた赤玉ねぎ、軽く下味の塩をしてしんなりするまで炒めていきます。ここでやっぱり
玉ねぎのね辛みが残ったまま調理を進めちゃうとちょっとネガティブな風味っていうのが残ったままになっちゃうんで、しっかりとえぐみっていうんですかね、加熱して飛ばしておきます。先ほど鶏肉焼いた時に避難させたニンニク、これも混ぜ込んでおきましょう。時間にして2分ぐらいですかね。中火で玉ねぎを炒めたらトマトペーストほんの少量で大丈夫です。フレッシュのトマトでもいいんですけど、トマトペーストの方が今回の調理法には合うかなと思ってます。あまりこう全体的に水っぽくしたくないので、そういう意味合いも兼ねてトマトペーストにしてます。でたっぷりの白ワイン、ある程度しっかりと白ワイン加えるんで、これちゃんと煮詰めないとすごい酸っぱい状態になっちゃいますから、かなりしっかりと煮詰めていきます。で、フォンドボーも用意しましょう。ハインツさんのねフォンドボー、個人的にはすごい好きなんで手に入りやすいですし、ハードルの低さと、味のバランスっていうのがすごくいいと思います。でしっかりと煮詰め切った白ワイン、その後にフォンドボーを加えて、で水も少しね加えて鶏肉戻して煮含ませていく感じです。白ワイン、あとトマト、そしてフォンドボーのこのうまみっていうのを鶏肉にしっかりと含ませてって、でかつ皮の方ですね、カリッと焼いたこの焼き色がついた鶏肉、この焼き色をソースにもまた移していく感じで、皮面も下にして加熱します。この頃にはニンニクもすごく柔らかくなってるんで、フォークとかで潰してソースにしっかりとなじませておきましょう。いい感じに美味しそうになってきてますよね。フォンドボーの液体加えた後、2分の1ぐらいに煮詰めてからマッシュルーム戻します。あんまりにもね早い段階でマッシュルーム入れちゃうとこの風味がちょっと飛んじゃう感じがするんで、なるべく仕上がりに近い段階になってからマッシュルーム入れます。その後フォンドボーのこの液体3分の1量ぐらいですかね、だいぶ煮詰まってきたんで、あとはバターでしっかりとつないでソース状にしていく感じです。基本的に火加減は中火と弱火の間ぐらいを行ったり来たりする感じです。ずっとね中火でも強すぎになっちゃう場合があるし、弱火でも弱すぎると、ちょっとお家の熱源と相談してね火加減は調整してください。さあそしてマッシュルームのうまみもソースに移ってきた頃合いなんで、それを鶏肉にしっかりと回しかけて、一旦鶏肉は引き上げて半分にカットします。そしたら盛り付けドレッセしましょう。片方に鶏肉、片方にはソースといったバランスが個人的にはいい感じに決まると思うんで、ぜひそれも参考にしてください。イタリアンパセリはソースに潜り込ませておいたんですけど、最後仕上げによりフレッシュ感演出したいんでまた振りかけておきます。美味しい。これうまいな。すごい爽快感ある。鶏もも肉の軽い煮込み、シャスール風食べます。すげえちゃんと料理名いったな。うまそう。もうちょうどいい。トマトすぎない。でフォンドボーのこのお肉のうまみもあって、で鶏肉の力強さっていうのも十分感じるし、マッシュルームの香りっていうのもすごくよく立ってます。これは贅沢だよ。うまい。トマトなんだけどトマトすぎない。あと白ワインっていうのも加わってるんですけど、酸味自体は結構穏やかにまとまってるんですよね。でその優しい酸味と旨味っていうのがこの白ワインブルートベルトルーナとすごくよく合ってますね。これ単体で飲んでもめちゃくちゃうまい。このワインはちょっとこう青りんごっぽい柑橘感っぽさっていうのも感じられて、それがこの一皿をぐっとこう包んでくれてるんで、何にせよね一体感があります。いつもの料理より格上げされてる一品だと思うんですよね。クリスマスとかにもちょうどいいし、それをさらに
もう一段階上に引き立ててくれる存在になってると思います。やっぱね、僕がサーパスっていうレストランやってて、そこで超信頼してるソムリエと一緒に考えたペアリングなんで、間違いないと思ってますね、これは。ちなみに概要欄のリンクでこれ買えるようになってるんで、ぜひ興味ある方は。食事とワインっていうのがね、どういう風にいまいち分かりづらかったりするじゃないですか。なんとなくこれって合ってんのかな合ってないのかなみたいな。それをこういう風にちょっと僕もちょっとでも伝わりやすくね、言葉にしてるんで、参考にしてもらってそれを飲んで確かめてもらうみたいな楽しみ方っていうのもめちゃくちゃいいと思います。いや、うまいよほんと、この鶏料理久々にシャスル作ったな。はい、そういうわけでフランスの古典料理シャスール風でした。よかったらぜひちょっとした日の料理に参考にしてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。